こんにちは。今回の動画ではストレスがなくなる紙の書類を減らす方法をお伝えします。このチャンネルは元雑貨好きマキシマリストの私が物、こと、執着を手放してミニマムな心地よい暮らしを目指して整えていくチャンネルです。書類は物と違って勝手に増えていくのでかなり厄介なものです。増えたら捨てればよいというわけでもなく、自分にとって必要な情報を選び取る必要があるので、捨てるのにも頭を使います。書類が溜まると探し出す手間や時間やストレスも増大します。書類の整理ができると頭の中や情報が整理されて探し物もなくなるので不安やストレスがなくなります。ファイリングしているのにすぐに書類が見つからない方や書類管理にストレスを感じている方はぜひ最後までご覧ください。以前の私は書類をきれいにファイリングすることが目的になってしまっていました。取っておく必要がありそうな書類を学校、仕事、住宅、保険、お金、取扱説明書、保証書などに分けてからファイリングすることが整理だと勘違いしていました。今は書類整理の目的は必要な情報をすぐに確認できる状態を作ることだと思っています。私のように最初の分けるステップを間違えてしまうと失敗しやすいので注意が必要です。ここからは書類を減らす2つのステップをご紹介します。まず1つ目、書類を分ける。手紙や書類が入ってきた時点で3つに分けています。提出が必要な書類、参観日のお知らせや日程表などデータだけを残す書類、紙として保管する必要のある書類で分けています。手元に届いた書類の中身を全部出して、まずは確認することが大切です。受験生だとパンフレットや書類もたくさん届きます。大抵のものは不要な書類が多いですが、中には期日の記載がある重要な情報が隠れていることもあります。とりあえずすぐに開封をして、チラシなどいらない書類はすぐに捨てます。書類を3つに分けたら、不要なものを捨てていきます。1つ目の提出が必要な書類。提出が必要な書類があれば、とにかくすぐに書いてから提出をします。私は後回しにすると忘れてしまうので、ポストに入れるものや持っていく必要のあるものは玄関先に置いておいて忘れないようにしています。学校へ提出する手紙などはすぐに書いて子供に渡してしまえば覚えておく必要もなくなります。2つ目のデータで残す書類。参観日などのお知らせや学校の日程表、情報が必要なものはスマホで写真やスキャンしてデータを保存しています。私の子育てしていた頃と違って今はデータでの管理が可能です。ですがデータも写真も物と同じで何でも取っておけば良いわけではありません。情報が多すぎると探すのも大変ですし、スマホの容量も使います。必要な情報がある場合だけ取っておくと管理もしやすいです。すぐに期日が来るような手紙は写真に撮って日時をスケジュールに入れています。そこに画像を添付するとすぐに見れて便利です。3つ目の紙として保管する必要のある書類。保険の証書やお金にまつわる書類など紙で保管する必要のある書類と自分と家族が紙で残した方が安心できる書類の2種類を紙で保管しています。特にお金関係の書類や住宅関係の書類に関しては無理をして手放すということはしていません。住宅関係の書類は
ローンの借り換えの時にも必要になるので取っておいてあります。書類を減らす2つ目のステップは、紙として保管する書類をファイリングする。ここまで減らすことができると、収納やファイリングも簡単です。物が多い頃によくやっていた失敗ですが、整理をする前に収納を買うということをよくやっていました。必要な量に減らしきる前に収納を買っても結局手放すことになります。書類は整理すると必ず使わないファイルが出てくるので、まずはそれを使ってファイリングするのがおすすめです。減らした後に使いやすいファイルを購入する場合、無印良品のポリプロピレン携帯に便利なスリムクリアホルダーとスリムポケットホルダーがおすすめです。クリアホルダーは A4 サイズで20ページありますが、待ちがないのでかさばりません。クリアホルダーは10ポケットついているので、すぐに確認したい書類を入れています。ファイリングは欲しい情報をすぐに確認できることを優先して収納するのが良いと思います。私は書類が多いとすぐに取り出すことが難しかったので、できるだけ減らしてからファイルボックスで管理をしています。家族の書類、私個人の書類、住宅関係の書類と大きく3つで管理をしています。パスポートや年金手帳、マイナンバーカードなど重要な書類は無印のメッシュポーチに入れて別のところで管理をしています。ここからは私が実際に保管している書類と捨てた書類を簡単に紹介します。紙で保管している書類は、住宅関係の書類、確定申告に必要な書類、給与明細、源泉徴収票、その年の納税通知書、保険の証書、住宅ローン返済予定表。こちらは残高を確認することがあるので、その年の分だけ取っておいています。自転車防犯カード、家電の保証書、エコキュートの取扱説明書。こちらは18年使用しており、何度か故障して確認することがあったため、紙で残すようにしています。犬の血統証明書などを紙で保管するようにしています。こちらは個人的に持っているノートなどは割愛しています。捨てた書類も紹介します。DM や請求書、案内などは確認をして捨てています。家計簿をつけるのに見返す場合は写真だけ撮っておくようにしています。ポストによく入れられていることも多いチラシはすぐに捨てるようにしています。買い物をした時にレシートと一緒にチラシを渡されることがありますが、いりませんと伝えるようにしています。クーポンがついていたとしても確実に購入する予定がなければもらえません。学校からの手紙。学校からの手紙は紙として長く保管しておく必要のあるものは割と少ないです。写真を撮って保管する方がどこでも確認ができるので便利です。家電の取扱説明書。取扱説明書は一つを残して捨てましたが、困ったことはありませんでした。最初は取説のアプリも使いましたが、そのアプリさえ全く見ていないことに気づいてアプリも削除しました。トイレやお風呂、キッチンの取扱説明書も捨てましたが、よく見るとどれにも製品番号やメーカー名が書いてあるので、ネットで検索して事足りています。保険会社のファイル。契約した時に厚みのあるファイルにパンフレットや証券を入れて渡されることが多いですが、保険証券以外のものは捨てても問題ありませんでした。他にもスマホの契約時の書類や口座開設の控えなども捨てています。以前は郵便物に重要と書いてあると取っておく書類だと思い込んでいましたが、
意外と保管する書類は少ないです。私はもともとマキシマリストで書類をファイリングしていたタイプですが、ただただ10年以上保管されていた書類もたくさんありました。それらを手放したところで特に問題はなかったですし、10年前と今ではネットやスマホの普及によって銀行や保険もログイン一つで情報にアクセスすることができます。使わない書類がスペースを取っているなら再度見直してみるのが良いと思います。いかがでしたか？今回の動画では書類を減らす方法を紹介しました。書類を保管する目的は必要な情報をすぐ確認ができるようにするためです。自分にとって必要な情報を残してそれをすぐに確認できるようにしてあれば不安になることも判断に迷うこともなくなります。減らすことは目的ではありません。すべての書類を自分で判断して不安があれば手放す必要もありません。物もそうですが、自分や家族にとって使いやすい方法を取り入れて情報の管理をしてみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。